皆さんこんにちは。フィルムカメラ系 VTuber のオブスクラです。今回は小ネタの動画で、キャノンやニコンの1990年代以降のカメラによく発生するグリップのベタつきを除去するということについて話します。それでは早速方法を見ていきましょう。この動画で紹介する作業では可燃物を扱います。くれぐれも安全に気をつけて作業してください。まず、必要なものです。まず、無水エタノール。無水エタノールは、ベタつきを溶かして拭き取るのに使います。それから、キムワイプ。これはキムワイプである必要はないんですけれども、ティッシュとかトイレットペーパーだとちょっとやりづらいので、ない場合はキッチンペーパーとかでもいいと思います。そして、シリコンスプレー。これは、ベタつきを拭き取った後に、表面に本当に薄く微量を塗るのに使います。そうすることで、ベタつきが生じたところの表面に再度ベタつきが生じるのを防いだりとか、どうしても取り切れなかった部分をサラサラな状態に保つことができます。このシリコンスプレーなんですけど、私はもともと、クレ556とかのクレが出しているものを使ってたんですけど、最近100円ショップのダイソーでも売るようになったので、今回は試しにダイソーで買ってきて、それを使ってみることにしました。それでは作業していきます。まず、キムワイプに無水エタノールを染み込ませて拭き取っていきます。この時に注意するポイントとして、今回作業したキヤノン EOS KISS3 はグリップの周りにそういう部分がないので大丈夫だったんですけど、ベタベタしているところの近くにカメラのロゴであるとか操作ボタンの表記みたいなのがプリントされていると、それが落ちてしまうことがあるんですね。なのでできるだけグリップの部分だけを拭き取るようにします。今回は演出上手袋をした状態で拭き取ってるんですけど、当然素手で作業して指先の感じでベタつきが残ってるか残ってないか確認しながら作業すると良いです。それから黒い拭き取ったベタつきが服についてしまうと取れなくなってしまうので注意しましょう。というわけで拭き取り終わりました。次にシリコンスプレーを表面に塗っていきます。これは本当に微量でいいです。キムワイプにスプレーをシュッと本当にちょっとだけ染み込ませて、それでグリップの表面に吸い込むというか、塗布していきます。これはもう本当に少しでいいです。というわけで、これで作業は完了です。本当にこれだけのことで、だいたい10分ぐらいもあれば終わるんですけど、これでカメラ本体が動いてもグリップがベタついちゃってる、そういうオートフォーカスの一眼レフカメラとかが使えるようになりました。キヤノンの EOS KISS シリーズ、特にニュー EOS KISS とか EOS KISS3 とか、初代以外の機種は、ジャンク品でも動作に問題がないことが多いので、こうやってベタつきを取ることで、全然今でも使っていくことができると思います。というわけで、短い動画だったんですけど、グリップのベタつきを取るという内容でした。ありがとうございました。オブスクラでした。